こんにちは、マントです。この曲知ってますか？この曲はですね、天地房子さんのイタリア大好きという曲なんですけれども、ずっと前にですね、うっちゃんなんちゃんのオールナイトニッポンという番組で、この曲の歌詞をすべて書けるかというですね、企画をやっててですね、僕それにですね、ずーっと何十年も前ですけど参加したことがあって、それで覚えてるんですけど、今日はですね、イタリア館に行きたいと思うので、この音楽をイタリア館に着くまで流してみたいと思います。ベニスサンレモお隣にはモナコもあるグレース・ケリーとカジノで有名ジェノバナポリローマの休日アイスを食べヘブバン気取りでトレビの泉にコインを投げ込んだ。そう楽しければ今が良けりゃいいのさ。どうせすぐアンゴルモアの大王が来て1999年の7の月難しいことやめにしましょう。世紀末だわどん詰まりなのワインを飲み輪になって踊ろう。明日のこと考えず粋な店で炒めし食べましょう。デザートにはティラミスを流行りの食事を食べて流行りのシューズを買って流行りのバッグを持って流行りの音楽ならばそれまでやっぱりモーツァルト。難しいメロディー気楽に生きるし少し味的に見えるしともかくも歴史と文化に彩られシューズもバッグもブランドたくさんラテンの血が騒ぐ明るい太陽を輝くイタリア大好き。はい、皆さんどうだったでしょうか？よろしければグッドボタンお願いします。イタリア館の前に並んでから10分ぐらいで入場することができました。はい、そして前回と同じようにイントロダクション動画を見て入場します。はい、そして今日見たかったのはこの部屋の奥にあるキリストの復活です。この像のキリストが十字架と縄を持っている意味なんですが、縛られていた十字架から解放された、つまり復活したということを表しているんだそうです。そしてこの像をよく見ると、右胸と右手のところに穴が開いています。これは槍で刺されたところと釘で貼り付けにされたところが傷として残っているということなんですね。ただその傷が塞がっているというところが復活を表しています。そしてもう一つ見てみたかったのがこのファルネーゼのアトラスが抱えている天球です。天球に書かれている星座をもっとよく見てみたかったんです。こうやって見てみると私たちが今理解している星座と1800年前のアトラスの星座がつながっているというのがすごくロマンを感じないですか？他の角度から見た時の星座の名前もできるだけ載せておくので、もしよろしければ参考にしてください。
お昼になったのでイタリアントリュフ卵サンドをテイクアウトしました。かすかにトリュフが香っていて美味しいんですけど、ピザの方が良かったかな。時刻は1時半です。日が出てくるともう36度、かなり暑いです。あんまり暑いんでコーラを買って一服したんですけど、このリング下でも33度なんで全然涼しいっていう感じはないですね。この暑さでパビリオンに並ぶ気にはならないんで、ワッセで行われているイベントに参加してみたいと思います。このイベント、ホームページを見るとアート、デザイン、サイエンス、テクノロジーの分野の垣根を越えた競争イベントというふうに書かれているんですけど、難しくてよく意味がわからないですよね。ざっくり言うと、最新の研究ですとか最新の技術を持った企業、それから新しいプロダクトを作っている会社や伝統文化を担っている人々、こういった人たちが一堂に会してそれに触れ合える機会っていう、ざっくりしてお祭りなんですよね。そしてこれはネジを作っている会社さんが提供しているネジのキーホルダー作り、それからこれはネジを使った万博の模型なんだそうです。結構こだわりがありますよ、これも。そしてここにもいましたミルクまんじゅう月化粧、今度は自分の描いた絵をプリントできるみたいです。この月化粧を作っている青木小風庵さんがあんこにこだわっているということで、僕も一ついただくことにしました。注文したのはわさびと味噌とトマトのあんこ。普段絶対食べることないようなあんこ、どんな味がするかって食べてみたんですけど、わさびは甘くてツーンとこない、でもわさびの香りはするっていうあんこでした。味噌は予想通りのもったりとした田舎味噌の香りがするあんこでした。トマトは野菜というよりもトマトジュースのトマト味だったんで、ちょっとこれは残念でしたね。そしてこれも面白かったですね。茶箱、仙台の初売りで有名な茶箱なんですけど、これをインテリアとして、あるいは実用のものとして何かお茶を入れる以外の方法で使えないかということを模索したものなんだそうです。もはやこういう風になると茶箱とは思えない可愛さがありますよね。で、この茶箱って湿気をですね、嫌うものを入れることができるんで、そういったものを入れて保管するという用途にも使えるそうです。舞台の上では声明や護衛歌の実演がありました。お経というとなんか堅苦しいとか辛気臭いっていうイメージがあるんですけど、これに関してはパフォーマンスとしてやっている部分もあるらしくって、もう世界の国に行っていろんなところで講演しているんだそうです。これは全国の都市にあるマンホールの蓋の絵をその都市の許可を取って T シャツのデザインにしているっていうものだそうです。僕も富士市のマンホール、富士山の絵の T シャツが気に入って一つ買っちゃいました。時刻は現在3時10分なんですけど、気温は 34.9 度、湿度 61% でかなり辛い状況になってきています。朝よりもむしろこの時間帯の方が辛いかもしれません。さあ続いてはパナソニックパビリオンノモの国に行ってみたいと思います。ノモの国なんですけど、屋根のないところで10分から15分ぐらい待たされることになります。傘は貸してくれるんですけど、気温見てください。もう 38.4 度っていうことで、ちょっとですね、もう耐えられないぐらいの暑さになってます。これはさすがにね、なんとかした方がいいと思いますよ。このパビリオンなんですけれども、コンセプトがアニメで語られているので、先にアニメを見てからこのパビリオンに参加するとより面白いです。概要欄にそのリンクを貼っておきます。最初の部屋に入ると床が振動するアニマのようなイマーシブルな空間に招待されて、ここで体験が行われることになります。でアニメノモの国で
空と大地という兄弟が鏡池という池の中にはまってしまって、そこから異世界に迷い込むという話があるんですが、それを今追体験しているっていう状態でしょうね。そして次の部屋でテーブルに置かれた結晶を1人1個ずつ受け取ります。ここは命が巡る野茂の森。ここで結晶をかざして森の声を聞きます。具体的にはこの結晶をこのクリスタルのようなものにかざして光らせるということを繰り返していくことになります。そしてみんなが結晶をかざしていくと、だんだん森がざわざわしていきます。今度は逆に結晶をかざして明かりを消してと言われて、どんどん明かりを消していきます。そして次の部屋なんですけれども、結晶をかざすことで自分の心が映し出されるということだそうです。君のことを見ていたんだ。ここは君の素直な心と可能性を映し出す場所。ここでは人のパーソナリティに応じていろんな蝶が生み出されます。可能性はいろいろあるように、この蝶の色も人によって違うんですよね。蝶は羽ばたきたがっているみたい。君の蝶が結晶に宿ったよ。結晶を持っていこう。最後の部屋には風を送り続けると光る不思議な花が咲いています。ここに先ほど作った可能性の結晶を置いて自分たちの蝶を羽ばたかせます。最後はこのパビリオンのテーマ曲「夢は翼」が流されて、さあみんな一緒に踊りましょうという感じで終わりです。アニメ版でも描かれているんですけれども、この結晶というのは心そのものなんですよね。そして心を閉ざさないで、夢を諦めないでというのがこのパビリオンのテーマになっているんだと思います。このあたりはですね、実際にアニメを見ていただいた方がよくわかるかと思います。最後はこのクリスタルを返却するわけなんですけど、クリスタルを返却すると1枚のカードが出てきて、そのカードの QR コードを読み込むといつでもあの蝶に会えるという仕組みになっています。出口のところでは未来につながる技術が展示されています。その中にもすごいと思ったのがこのバイオライトなんですけど、電気を使わずに微生物バクテリアの発酵で明かりを作ろうという試みなんですね。もちろん電球みたいに明るくはないんですけど、これね結構ね中で見てみると面白いです。ね、なんとも神秘的ですよね。
野茂の国の感想です。このパビリオンがそもそもアニメとコラボレーションして作られているので、アニメを見てから行くのと何も見ないで行くのではだいぶ感じ方が違うのではないかと思います。最初に手に入れた結晶を通していろんな体験をするわけなんですけれども、そこに込められている意味とかは詳しいことは説明してくれません。ここは人それぞれですね、どんな捉え方をしてもいいよという考えなのかもしれないですね。この結晶を通して行う作業とかは大人がやっていてもこれ何のためにやってるのかなってちょっと疑問に思ったりするような感じのものが多いんで、どちらかといえば子供向けじゃないかなと思います。さあ時刻は16時になりました。気温は若干下がったんですけど、それでも 32.3 度です。続いてはトルコ館に行ってみたいと思います。ほとんど並ぶことなく5分ぐらいで入ることができました。トルコ館に入るとまず目を引くのがこの大きな太陽と月なんですけど、これは現在と過去、もしくは日本とトルコというようないろんな意味が込められているんだそうです。強力な中央集権体制と整備された法制度のおかげでした。この AI がずっとなんかトルコの歴史を喋っているんですけど、独特のこの AI 口調ってなんかよく理解できないですよね。この大きな船の模型なんですけど、これは明治時代に和歌山沖で沈没したエルトゥール号という船なんだそうです。和歌山の県民が一生懸命そのエルトゥール号の乗組員たちを助けたということで、トルコと日本の友好な証になっているみたいなんですね。この気球が上がっているところはおそらくカッパドキアを表しているんでしょうね。カッパドキアはこの気球ツアーがすごい有名なんだそうです。実はですね、もうこれで終わりなんです。ここから先はですね、全部お土産屋さんになります。ではここからしばらくトルコのお土産屋さんツアーをどうぞ。そしてトルコアイスのウリ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 っていうやつも体験することができるみたいです。トルコ館の感想は特にありません。今日最後はモナコ館に行きたいと思います。モナコも一体どこにあるかよくわからない国ですよね。モナコはここにあります。待合の庭には大屋根リングにも似たオブジェが置かれていました。どことなく和を感じる雰囲気ですよね。この布はモナコの光を表しているんだそうです。もう日は落ちてるんですけれども、まだ気温は31度あります。6時半から並んで約30分で入ることができました。
最初のテーマは自然の奇跡を守る。日本の俳句とそれから触覚、ディスプレイの変化という3つを合わせた体験です。ディスプレイの下に俳句のお題に沿ったものが置かれていて、それを触ると画面が変化するという仕掛けです。この俳句だと涼しいということで水っていうことなんでしょうね。ただですね、これ自然の奇跡と言いつつもフル CG なんですよね。これはどうかなっていう感じしますよね。2つ目の体験なんですけど、よく観光地にある固定式の双眼鏡が据え付けてあって、それをですね覗き見るとモナコの街並みですとか自然が360度見えますよっていうものなんですね。結論言うとですね、ただの Google マップでした。この QR コード読み込むと同じ体験ができるんでやってみてください。パビリオンの外では人間と野生動物の共生に関して学びながら遊べるすごろくが用意されていました。これだと飛び鷲にとって一番危険なものは何ということで、クルーズ船、送電網、ソーラーパネルのうちどれが正解ということで、中を開いてみると正解が書いてあります。正解は送電網です。でこれ正解するとこの犬のマスコットを進めることができるっていうことなんですね。最後その動物を住処に連れて帰ることができればゴールというわけですね。これ結構大きなすごろくなんで、本気で遊んだら多分1時間ぐらいかかるんじゃないでしょうか。他にも海洋環境に関する展示やミツバチに関しての展示なんかがありました。野生動物や自然環境の保護に関してのボリュームというのがすごくこのパビリオン多いので、こういったことに興味がある人はすごく面白いと思います。モナコ館の感想です。モナコ館本館の展示内容についてはちょっと僕はいまいちだと思うんですけど、外の野生動物とか自然保護に関しての展示っていうのはすごく充実していると思います。なので動物が好きな人にとってはこのパビリオンすごく面白いんじゃないでしょうか。親子で行ってこの動物のことについて学ぶっていうのも面白いですよね。あとこのパビリオンにはワインバーがあるので、ワインバーは別に並ばないといけないんですけど、ワインを楽しみに行くっていうのも一つの方法だと思います。というわけで今日は帰りたいと思います。もしこの動画気に入っていただけましたらチャンネル登録やグッドボタンなどお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。